一度についてどういう意味かわからない。聞いたことはあるけど詳しくは知らない。具体的にどのように使われているのかわからない。使う上での注意点を知りたい。といったことでお困りではないでしょうか。この動画では一度の定義、どのような時に指示するのか、図面上での使われ方、使用する際の注意点を解説していきます。早速ですが、まずは一度の定義です。一度とは一言で言うと、対象の線、点が正しい位置からどれだけ隔たってもいいかということです。実際に図面での使われ方を見てみましょう。直方体の表面に対する指示を見てみます。図面上側に円と十字が合わさった形をした記号がありますが、これが一度を表す記号です。また、四角で囲われた A はデータムを表します。データムとは簡単に言うと基準のことで、ここでは一度を表すにしても底面を基準とすることを示します。実際に交際機を見てみましょう。対象表面はデータム平面 A から距離10の位置を真の位置として、上下にそれぞれ 0.1 だけ離れた間隔 0.2 の平行二平面間にあることが求められます。基準であるデータム平面がないと、きっちりした位置を指定できません。このように、一度を確認するときには何をデータム、つまり基準にしているのかを合わせて確認することが必要です。さらなる理解のために、ここで平行度と一度の関係について見ていきましょう。図面指示がこのように、直方体の上面に対して一度については 0.2、平行度については 0.1 で指定されている場合を考えます。交際機について見ていきます。まず、一度の規制として、対象表面はデータム平面 A から距離10の位置を真の位置として、上下にそれぞれ 0.1 だけ離れた間隔 0.2 の平行二平面間にあることが指示されます。次に平行度の規制として、対象平面はデータム平面 A に平行な間隔 0.1 の平行二平面の間にあることが指示されます。OK の例と NG の例を見比べてみます。左側は OK の例です。間隔 0.1 の平行二平面は間隔 0.2 の平行二平面内に収まっており、一度と平行度の規制を共に満たしています。一方、右側は NG の例です。間隔 0.1 の平行二平面は間隔 0.2 の平行二平面からはみ出しており、一度の規制を満たしていません。平行度はデータムに平行であればよく、位置の指定まではありませんでした。一方、一度は平行度と異なり、対象面の位置の指定があるため注意が必要です。次に、さらなる理解のために、先ほどの平行度と一度に加えて、平面度も一緒に見てみます。図面のように、データム平面 A は底面であり、上面に一度、平行度、平面度の3つの指示が同時になされているとします。交際機を見ていきましょう。まず、一度の規制として、対象表面はデータム平面 A から距離10の位置を真の位置として、上下にそれぞれ 0.1 だけ離れた間隔 0.2 の平行二平面間にあることが指示されます。次に平行度の規制として、対象平面はデータム平面 A に平行な間隔 0.1 の平行二平面の間にあることが指示されます。次に平面度の規制として、対象平面は間隔 0.05 の平行二平面間にあることが指示されます。平面度はデータムが不要であり、必ずしもデータム平面 A と平行な二平面間に収まる必要はないことに注意しましょう。先ほどまでは一個一個の交差指示について見ていきましたが、ここでは平行度と一度の2つの関係について見てみます。
平行度の規制を緑色で、1度の規制を赤色で示していますが、平行度は1度の規制区域内に収まっており、その中を変動できるという特徴があります。これは平行度はデータム平面と平行でありさえすればよく、データム平面からの位置の指示はないからです。言い換えると、平行度は1度よりも規制が弱いと言えます。次に平面度と平行度の2つの関係について見てみます。平面度の規制を青色で、平行度の規制を緑色で示していますが、平面度は平行度の規制区域内に収まっており、その中を変動できるという特徴があります。これは平面度はデータム平面と無関係に平面でありさえすればよく、データム平面と平行かどうかの指示はないからです。言い換えると、平面度は平行度よりも規制が弱いと言えます。以上をまとめると、規制の強さは強い順に1度、平行度、平面度となります。次に2つ目の使用例を示します。図のような穴の軸線に対する指示となります。交際器につきまして、対象軸線はデータム平面 B から距離5、データム平面 C から距離10の位置を真の位置として直径 0.1 の円筒内にあることが求められます。注意点としまして、データム平面の優先度は A、B、C の順になっています。データムの優先順位について補足します。この2つの図面では、データム平面が A、B と2つあることには変わりありませんが、その優先順位が異なります。上の丸1の図面では、優先順位が A、B の順になっているのに対し、下の丸2の図面では、優先順位が B、A の順になっています。これはどういうことかと言いますと、丸1の場合、データム平面 A にまず合わせてから、その次にデータム平面 B に合わす。丸2の場合、データム平面 B にまず合わせてから、その次にデータム平面 A に合わすということです。一見、些細なことのように思えるかもしれませんが、このデータムの優先度によって同じ形状でも測定結果が異なってきます。部品によっては優先度を間違うとうまく組み立てできなくなったりするかもしれませんので注意が必要です。次の使用例を示します。2つの例を同時に示しています。2つの図面とも直方体に穴が2つ開いている形状になりますが、上の使用例 ③ は穴同士の間隔、つまり穴ピッチに対する指示となっている一方、下の使用例 ④ は穴位置に対する指示となっています。よって穴ピッチはしっかり出てても穴同士の位置が斜めにずれているような形状では、使用例 ③ の図面指示の場合は OK。でも、使用例 ④ の図面指示の場合は NG になってしまうといったことがあり得るのです。次の例として、複数形態に対する2つの指示というものを挙げます。どのような図面指示かというと、この図のように、上段枠の指示と下段枠の指示の2つの指示が同時に示されています。この例の交際器を示すとこのようになります。少し分かりづらいかもしれませんが、順に説明していきますが、簡単に言うと実は先ほどの使用例 ③ と使用例 ④ を組み合わせた指示となっています。上段枠の指示は使用例 ④ で見た穴位置の指示となっています。2つの軸線が図のように定まった位置にある φ0.2 の円筒内にあることが求められます。一方、下枠の指示は使用例 ③ で見た穴ピッチの指示となっています。定まった間隔にて φ0.1 の円筒内に軸線があることが求められます。2
2つの指示を改めて上から見てみると、上枠内に制約された φ0.2 の円筒内にて、下段の指示である φ0.1 の円筒内に結局2つの軸が入ることが求められます。このような指示は、例えば2本の1決めピンを持つデバイスを1決めする取り付け板などで使用されます。デバイス自身の取り付け位置は比較的制限が緩いが、デバイスのピン同士の位置関係が厳しく決まっている場合に使用されます。最後の使用例となります。円筒側面に開いている4つの穴への指示となります。この図面で指示される交際器はこのようになります。4箇所の φ3 の軸線は、その穴の軸線がデータム平面 A から理論的に正確な寸法6の位置で、データム軸直線 B に直角で、円周を正確に90度分割した方向にある φ0.1 の円筒の中にあることが求められます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。